星のかけらは散り胸に寄せる血潮に耳を澄ましている仰ぎ見た遥かな夢は光ありし日の僕らが一つだった証波を映す地球とは狭い場所なのだろうか。ここからはとてもそうは見えない。はるかに広大なはずの宇宙、そして我々スペースノイドが窒息しそうに思うのはなぜだろう。警戒警報、直ちに総員戦闘配置、釜に火をくべたまえ。号令、戦闘配置、戦闘配置。外れた。ミノスキー粒子のおかげです。散布濃度から逆探されたのではないか。次はパプはニオスで退避します。艦長、サラミス級2隻の強襲です。作業員収容次第退避行動へ。ブリンジ、回答してくれ。俺たちにも撃たせろ。砲術長、本艦は退避行動に入るところだが。何言ってるんだ。無才は単艦、敵を迎え撃っているではないか。何のためだ。俺たちを守るためじゃないか。この船も牽制者を加えんでどうする。変名砲術長、機関の立場は十分理解している。だったらさっさと回答しろ。荷物の回収が先です。艦長、あの荷物はかけがえのないものです。投棄された荷物のスピンに缶を合わせてください。技術や黙っとろ。あれはこの戦争の基質を決める重要なものなんだ。じゃあ大砲屋の俺はなんでこの船に乗らされてるんだ。今そんなこと。人の話を聞きたまえ。パパ、沈みます。技術注意。敵戦でこのヨーツンヘイムにワルツを踊らせてでも必要なものなのか。冗談でしょ。
サナビス級1大破。敵パトロール艦隊離脱していきます。大切な荷物とやらの回収、急げ。沈んだパプアの乗組員の捜索にも当たる。覆命オリバー・マイ技術注意。本国より試験品目を受領し帰還いたしました。一時はどうなるかと思いましたが。ご苦労だった。ところで沈められたパプアの死亡者数は知っているかな。ヨーツンヘイムが先に狙われなかったのはこの船が徴用された足の遅い船だったからに過ぎなかった。論理的です。私も得体の知れないもののためにこの船を危険にさらすわけにはいかない。今後先の戦闘でのいきさつは聞きました。皇国の独立のためには筆箱のような船を危険にさらすこともありましょう。筆箱。モニク・キャディラック特務隊員上官いたします。技術試験科の鷲谷注意です。ついでに参りました。無才は果敢に戦い十分にその責務を果たしております。皇国の財産を回収せず退避行動を取ろうとした本艦は適切な判断が欠如しているのでは。願います艦長。いえ、マルティン・プロホの中佐総統官。お客様の厄介事には慣れておりますよ。この船が連絡貨客船だった頃からね。これで603技術試験隊は全ての要員が揃ったわけですね。さて、新しく編成される603技術試験隊には大変期待している。は、技術本部長。ついに開戦を決意した我々は一刻も早く最前線に新兵器を送り出さねばならない。そのためには試作兵器の状況における実践試験が急務となる。すまんな。君たちのような大学を出たばかりの技術士官を魔女の鍋に放り込まねばならん。は603はシチューのようなものだ。軍属の運航する船、技術情報課、技術試験課、さらには目付け役として総帥直属の特務隊員も乗り込むと聞く。特務隊員、2階級への中佐扱いですね。技術の価値、これは人が決めるものなのだよ。真に価値ある技術は正しく評価されるものと信じております。では初の任務として603にこれを託す。これは1番、2番、3番、4番、5番、よーし、すべてよーし。調停急げ。第3番、作業を離れ。第4番、時間制御を図れ。ライン B 閉鎖、貨物進行よし。
作艦隊決戦砲ヨルムンガンド、敵主力艦をその射程外から狙い撃つダイジャー。その打撃力は連邦のマゼラン級をも一撃で撃沈できるはずです。 QCX-76A。 破壊力の秘密は核融合プラズマビームです。出力15万キロワット、アシストインジェクターが設置された200メートルもの長さの砲身でプラズモイドを噴出させるのです。ミノフスキー散布時の最大有効射程はおよそ300キロ。破壊力は射程ギリギリでも大型艦砲の10倍以上と予測されております。なるほど。これなら本国も絶大な期待を持つはずだな。砲術長。よろしく頼むぜ、技術屋さんたちよ。なんだ。至急伝、進路変更勧告です。読みます。発第2艦隊当てヨーツンヘイム、機動作戦中域により速やかなる変身を望む。取り舵左発展。これは何ですか。これはブリティッシュ作戦。地球への落着までおそらくあと72時間。地球へ。あのコロニーの中に暮らしていた住民はどうなったんですか。2000万人がいたはずだ。いや、あんなものを地球に落としたら。離しなさいバカ。奇襲は先端を開く際の定石である。特務隊員はいろいろとご存知のようですな。私も作戦の詳細など総帥部から聞かされているわけがないではないか。邪道。そうだ、これは戦の邪道じゃないか。我々は今スペースノイドの住まいコロニーさえも武器にしてしまった。宇宙世紀0079 1月15日、我がジオン公国軍地球連邦軍の双方はサイド5、通称ルームの中域に駒を進めた。後にルーム戦役と呼ばれる宇宙海戦である。この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けた。とある情報をまことしやかに流したのだ。ジオン公国はブリティッシュ作戦の不満足な戦果に鑑み、第二次ブリティッシュ作戦を決行すべくサイド5に艦隊を集結させると。この情報に開戦以来ルナ2に失速していた連邦艦隊もついに決戦を決意、総力を挙げて出動してきたのだ。決戦の時は近づいていた。そしてヨルムンガンドも。眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。こちらヘンメ、放出長了解だ。1030までに発射体制に持っていくぞ。放出長。
発光信号本艦にです。艦隊決戦の遺憾はひとえに機関と新兵器の検討にあり。変身。艦隊からの正確なる間接射撃指示を望み艦車に変える。どうな。閣下。高濃度のミノフスキー粒子を感知している。艦隊間レーザー通信を怠るな。ゲームの指導権はこちらにある。こちらはヨルムンガンド。展開完了。作業員の退避も済んだ。こちら実験観測指揮所ヨルムンガンドのデータ受信用意よろし。技術試験科にではなく大尉に任せるのです。よろしく頼みます。冷却剤準備よし。大砲や妙理に尽きるってもんだ。初段装填。初段装填。おかしな船に乗せられちまって実戦にも出れねえかと思ったぜ。大尉、砲術家はもぬけの殻だ。今度敵の襲撃を受けたら何も考えずに逃げますぞ。始まった。観測車はまだ届かんのか。まだです。レーザー通信はちゃんと来ているのか。シュレースビヒ撃沈去る。第32戦隊の単獣陣崩れる。なぜ届くのはこんないらない情報ばかり。まだですか。我が艦隊は不可解にも敵との距離を保ち続けています。接近戦に持ち込まなければ。我々を当てにしている証拠よ。でなければこんな戦い方なんて。完全射撃指示はどうしたんだ。来ねえならこっちの即興のみで第一撃を加える。間もなく指示は届きます。少しの辛抱です。悠長に構えていたら対戦が終わっちまうぞ。状況を判断。直接照準で撃つ。くそ、敵襲と地場偏差がわからん。すごい。なんとか有効弾を送り込めれば。どうした。観測データはまだか。どきやがれ。こちら観測機1号緊急発進のためオフサイドを無視する。
撃つなよ。とりあえずどう飛べばいい？直進、全速で突っ込んでくれ。あ？ヨルムンガンド、我々の観測データを受信するまで待機されたい。バカ野郎、時期を逸しては。接近警報なんだよ。06ザックか。何？赤いザク。この場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画にのっとった行動なり。シャア・アズナブル注意。我々は期待されるどころか相手にもしてもらえなかった。今さら何言ってるんだ。俺たちは最初から冷や飯を食わされてるんだ。たとえ戦力外であろうと俺は撃つぞ。分かったか？手負いのマゼラン級がそちらに向かっている。直ちに退してくれ。艦長、作戦は中止が妥当だと考えます。ヨルムンガンド、砲術員は本艦に撤収せよ。急げ。動きたくても動けんよ。それに今からじゃ間に合わない。艦長、退避行動、本艦自体が危険です。救助のランチ発進準備。ヨルムンガンドの放棄も致し方ない。しかし本艦の乗員を見捨てはしない。その意気だな艦長。俺もこのチャンスは敵艦がこっちに来てくれるんだ。これなら観測なんていらん。敵も慌ててやがる。無理だ。こんなことしたって本来のデータは。いいんだよ、技術や。どうやらこれからはモビルスーツが主役のようだ。せめて大砲屋の時代の幕引きは俺にやらせてくれや。
作艦隊決戦法ヨルムンガンド技術試験報告書。ルームにおける艦隊決戦に際し、ヨルムンガンドは合計3弾を放てり、うち1撃は敵マゼラン級を合鎮せしむ。その威力抜群なり。しかれども間接射撃指示未到着ゆえに艦隊決戦の決定的打撃となり得ず、アマスさえ実戦運用せるアレクサンドロ・ヘンメ隊を失ったことは603技術試験隊にとって遺憾である。仮に同時に投入された他の機動兵器と同様の信頼を得ておれば、結果はおのずと異なった可能性は残される。宇宙世紀0079 1月17日、オリバー・マイ技術注意。ヨルムンガンドは以後どの戦場においてもその姿を確認されていない。